こんにちは。いただきます百科へようこそ。今日のテーマは初物です。日本ではその季節に初めて出回る食べ物を初物と呼び、特別なものとして大切にしてきました。例えば春のいちごや夏の初ガツオ、秋の新米、どれも今年もこの季節が来たなぁと感じる食べ物です。ではなぜ日本人はこのように季節の始まりの食べ物に特別な意味を見出してきたのでしょうか。実は日本ではその季節に最初に実ったものを食べると長生きするとまで言われてきました。今日はそんな初物の文化についてじっくり見ていきたいと思います。初物とはその年その季節に初めて収穫され市場に出回る食べ物のことを指します。例えば春であればいちごやたけのこ、夏であれば初ガツオ、秋には新米、そして冬にはみかん。こうした食材はただの食べ物ではなく、季節の訪れを知らせてくれる存在でもあります。言い換えれば、初物とは季節の始まりを味わう食べ物なんです。ではなぜ日本人は初物を好んで食べるのでしょうか。これには日本人の考え方や感性が関係しています。まず一つ目は、縁起を担ぐという考え方です。日本には初物を食べると寿命が75日延びるという言い伝えがあります。初物75日とも言われ、古くから広く知られてきました。また地域によっては初物を食べるときにその年の縁起のいい方角、いわゆる恵方を向くという風習があります。恵方は福を呼び込む方角です。ですから初物を食べるときに恵方を向くことで、その年の福を体に取り入れるという意味があると考えられています。このように初物は長寿や幸福を願う縁起物として昔から大切にされてきました。2つ目は自然への感謝の気持ちです。日本では古くから食べ物は単なるものではなく自然の恵みであり命だと考えられてきました。例えば山の恵みや海の恵みをいただくという言い方をしますよね。そうした恵みをいただくときに口にするのがいただきますという言葉です。特に初物には生命力が宿っていると考えられてきました。それをいただくことで自然の力を分けてもらう。初物を食べるという行為はその季節に初めて実った命を自然への敬意を持って感謝とともにいただくことでもあるんです。そうしていただいた命によって自然の変化にそっと自分を合わせていく、移りゆく季節と調和して生きる感覚がそこにはあります。そして3つ目は季節を楽しむという感性です。日本では日々の暮らしの中で季節の移り変わりを細やかに感じ取る文化が育まれてきました。例えば欧米ではクリスマスや感謝祭のように特定の日に特別な料理を楽しむ文化がありますよね。一方日本では特別な日だけでなく日々の食事の中で食材の変化を通して季節を感じることが大切にされてきました。食材そのものが季節のサインになっているんですね。初物はその季節の変化を最初に知らせてくれる存在です。イベントではなく日常の中で季節を味わう。食べ物を通して時間の流れを感じる。そこに日本の食文化の特徴があるのかもしれません。このような初物の文化は歴史の中でも大切にされてきました。特に江戸時代には初物をめぐる独特の文化が広がっていきます。中でも有名なのが初ガツオです。初ガツオとは春から初夏にかけて北上してくるカツオのこと。江戸時代から人気の初物です。日本人であれば一度は耳にしたことがある目には青葉山ほどとぎす初ガツオという俳句。これは新緑の美しさ、ホトトギスの鳴き声、そして初ガツオの味を通して初夏の訪れを表現したものです。目で見て、耳で聞いて、そして味わう。
季節を五感で感じる日本らしい感性がよく現れている一句なのですが、ここで初夏の味覚の代表として初ガツオが登場していますよね。実はこの初ガツオ、江戸の人々にとって特別な存在だったんです。女房を七に入れても初ガツオと言われるほど強い人気があり、大金を払ってでも初ガツオを買うことが粋だと考えられていたそうです。これは誇張された表現かもしれませんが、それほどまでに初物に価値があり、江戸の人々に熱狂的に愛されていたことが伝わってきますよね。こうした価値観は町人文化の中で広がり、旬のものをいち早く味わうことが一つの楽しみとして定着していきました。季節を先取りして味わうことが豊かさの象徴になっていったんです。では、現代の暮らしの中で初物はどのように息づいているのでしょうか。初物は季節感が薄れた現在でも、日々の暮らしの中でささやかに季節を知らせてくれる存在として親しまれています。例えばスーパーに行くと、初物や新物と書かれた食材を見かけることがあります。そうした表示を見ると、もうそんな季節なんだねといった会話が自然に生まれます。初ガツオが店頭に並び始めると、今年もこの季節が来たと感じますし、新米は最初は白ご飯や塩むすびにしてお米本来の味を楽しんで、やっぱり新米は違うなぁと感嘆の声を上げるでしょう。いちごやみかんが並び始めると、それだけで季節の変わり目を感じることができます。特に子どもにとっては、こうした食べ物が季節を知るきっかけになることも少なくありません。このように初物は今でも季節を実感する日常の小さなイベントであり、食卓に刻まれる季節の印なんです。初物と関連したイベントといえば、蔵開きがあるでしょう。これは酒蔵で新しいお酒が出来上がったことを祝う行事で、多くの人が訪れ、その年の新酒を楽しみます。ここにも出来たてのものを味わうという初物に通じる感覚を見ることができますね。さらに興味深いのは、海外から来た文化にもこうした感覚が重なっていることです。例えばボジョレ・ヌーボーの解禁は日本でも毎年大きな話題になります。その年のワインを解禁と同時に味わうという楽しみ方は、初物をいち早く味わうという日本人の感覚と親和性が高いのかもしれません。このように初物の文化は形を変えながら、今の暮らしの中にも自然に溶け込んでいるんです。また初物を心遣いの表れとして贈り物に選ぶこともあります。その季節に出始めたばかりの果物をお祝いや季節の挨拶として贈るなど、初物は贈答品としても重宝されているんです。そして最近は今年初めての〇〇と SNS に投稿する人も見かけます。自分が感じた季節の始まりを他の人と共有する。そうした形でも初物は現代の暮らしの中に生き続けています。いかがでしたでしょうか。季節の訪れを知らせてくれる初物。そこには縁起を担ぐ気持ちや自然への感謝、そして季節を楽しむ感性が込められています。形は少しずつ変わりながらも、その考え方は今の暮らしの中にも静かに受け継がれているんです。もし機会があれば、今年初めて出会う食べ物に少しだけ意識を向けてみてください。そこには日本人が大切にしてきた季節の感じ方がそっと息づいているはずです。このチャンネルでは、いただきますの周りにある日本の家庭の食と暮らしをテーマに動画を投稿しています。この動画が良かった方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。そして取り上げてほしいテーマがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、今日も心地よい食事の時間をお過ごしください。